BTS の過去の映像にとても興味深いものが映っていました。それはテテのサインです。なんとデザインが4パターンもありました。一体テテは4つあるサインをどのように使い分けているのでしょうか。今回はテテのサインをはじめ、ジンやジョングクの食物アレルギーや他のメンバーのアレルギーなど BTS のちょっとした疑問についてお伝えしたいと思います。どうぞお楽しみください。テテはサインが4つある。テテの4つのサインが映し出されたシーンは2015年1月7日に M2 の公式 YouTube チャンネルが公開した動画の中にあります。番組のミッションとしてメンバーたちはアーミーのためにグリーティングカードを作成することに。テテがメッセージを書くシーンを見てみると、これは僕の個人的なサインです。と言って何かのマークのようにも見える簡単なデザインのサインを記入しました。この個人的なサインが1つ目。2つ目に書いたのは BTS 公式の V のサイン。3つ目はパスポートのキム・テヒョンのサイン。4つ目はニックネームであるテテのサインです。こうしてテテはグリーティングカードに4つのサインを記入し、僕のサインが全部入っていると満足げな様子を見せました。最後の仕上げとして、どれが何のサインなのか説明を書き足す場面も、ファンに喜んでもらおうとして書いた、なんとも可愛らしい手紙です。見事抽選に当たり、グリーティングカードを受け取ることができたアーミーが羨ましいですね。4つあるテテのサインの中で、アーミーに一番浸透しているのは、2つ目に書いた BTS 公式のサインです。幸運の意味を持つ四つ葉のクローバーがモチーフになっているテテのこのサインが大好きなアーミーはたくさんいます。デザインそのものが可愛いのはもちろんのこと、テテが幸せを運んできてくれるような感じがして、見ているだけでポジティブな気持ちになれるサインです。2020年6月5日、自分のサインを変えたいと思ったテテが、ウィバースでテヒョンサイン作りコンテストを開催し、アーミーにアイデアを求めたこともありました。積極的にアーミーとコミュニケーションを取るテテにほっこりしつつも、提示された条件の一つに、四つ葉のクローバーはなくてもいいとあったため、ネット上には、クローバーのサインが好きなのに、テテのサインは今のままがいいという声が続出。その後、クローバーのサインを書かなくなった時もあったようですが、2022年1月29日に、韓国の女優こそヨンさんがインスタグラムのストーリーに投稿した写真には、バターの CD に、テテの四つ葉のクローバーのサインが書かれていました。かつて、4つのサインを使い分けていたように、テテは、今も、なお、いくつかあるサインを、その時々で使い分けているのかもしれませんね。ジョングクとジンが抱える食べ物アレルギーとは？ジンには2つの食物アレルギーがあり、まずはニンニクアレルギーについてお伝えします。ジンのニンニクアレルギーが発覚したのは2019年10月25日のこと。体が痒くてアレルギー検査をしてきたんだけど、ニンニクに気をつけてくださいと言われた。ニンニクが入ってない食べ物がどこにあるのと、ウィバースに投稿があり、瞬く間に話題となりました。キムチやスープ、ヤンニョンジャンなどの調味料にもニンニクは入っており、韓国料理とはまさに切っても切れない関係です。そのため、ジンがニンニクを口にする姿は、アレルギー発覚後もちらほら見かけます。最近ですと、2022年8月13日に公開された Vlog で、料理にニンニクを使用しているシーンがありました。インザスープなどでは、食事の前にジンが薬らしきものを服用していたとの情報が、薬でアレルギー反応を抑えながら、ニンニク料理を食べているのかもしれませんね。次はジャガイモアレルギーについてです。2020年の BTS フェスタで、ジンが書いた自民のプロフィールに、茹でたポテトに塩は砂糖という Q&A がありました。この質問に対し、ジンはアレルギーがあると回答。当時は多くのアーミーがジンと
自民のどちらのアレルギーなのかと困惑しましたが、今となっては、ジン自身の情報を書いていたということがわかります。2020年9月22日にライブ配信された動画では、いろいろな種類のハットグを食べるメンバーたちを見たジンが、つまらなさそうな顔をしながら、ポテトのハットグが食べたいとつぶやいていました。アレルギーのせいで、食べたいものを好きなように食べられないジンの姿を見ていると悲しくなってきますね。これを受け、ネット上にジンのじゃがいもアレルギーを心配するアーミーの声が広がりました。2021年6月15日に配信された Run BTS 2021 EP142 にはメンバーたちがジンのニンニクアレルギーとじゃがいもアレルギーについて話すシーンが、ゲストであるペク先生に対して RM はジンヒョンはニンニクとじゃがいもを同時に食べられないんですと言ってジンのアレルギー情報を本人よりも詳しく説明していました。得意げに話す RM が可愛いです。それを聞いたジンはペク先生にニンニクは食べます。それがなくては生きていけないからと話していました。ニンニクの入っていない料理を探す方が大変そうですし、これまで普通に食べられていたものが食べられなくなったジンの気持ちを考えると胸がギュッとなります。続いてご紹介するのはジョングクの食物アレルギーです。健康診断を受けた結果、小麦粉が自分の体に合わないということを2022年の誕生日ライブで明かしたジョングク。小麦アレルギーなのか、はたまたグルテン不対症やセリアック病なのか、動画の内容だけでは詳細はわかりませんでした。いずれにしろ、ラーメンが大好物なジョングクからすると、自由にラーメンを食べられないのは辛すぎますよね。ジンとジョングクの食べられないものがこれ以上増えないことを願うばかりです。ジョングクだけじゃない、BTS メンバーのアレルギー。ジミンは猫アレルギーということが知られています。2017年9月22日に開催された Love Yourself ションハーのサイン会で、ジミンはアーミーからこのような質問を受けました。今回のイントロ、セレンディピティで三毛猫と共演してたね。ジミンは猫と犬ならどっちを飼いたい？ジミンはこの問いに本当にどっちも好きなんですけど、アレルギーが出てしまってと答え、猫アレルギーが発症したことを明かしたのです。動物好きのジミンにとって猫アレルギーは辛いですね。2021年8月10日に配信されたブライブでは、アーミーからのペットの里親になる計画はありますか？という質問に、ジミンはそういうことを本当にたくさん考えました。ご存知のように、僕は猫も犬も好きだし、動物が大好きなんですけどと答えます。続けて、猫はすごく好きだけど、アレルギーがかなり出るタイプだから難しいし、犬も本当に好きだけど、ちゃんと責任を負えない気がして、もともと犬もすごく寂しがり屋じゃないですか。両親は釜山にいて、自分がいない間に面倒を見てくれる人がいないので、まだ予定はないですと返答。猫アレルギーということとともに、仕事で忙しい自分が犬を飼っても、結局寂しい思いをさせてしまうのではないかと考えていることを明かしました。好きというだけで安易に動物との暮らしをスタートさせないところに、改めて自民の人間性の高さを感じます。最後には、40歳、50歳になった頃に飼うのが良くないですか？そういう考えだけはありますと話していたので、自民が犬を飼おうと思い描いている未来は、数十年先に実現するのかもしれませんね。2019年7月14日、あるアーミーがウィバースに投稿したメッセージに返信する形で、テテは自身がコリン性ジンマシンということを明かしました。この病気は、運動や入浴などで体温が上昇して発汗した時にジンマシンが出るそうです。また、ストレス状態にある場合も症状が出やすくなるのだとか。症状の特徴としては、痒さの他にチクチクした痛みを伴うと言われています。
汗だくになる仕事をしている人には耐え難い苦しみですよね。コンサートやダンスレッスンで汗をかくことが避けられないテテも同様です。ネット上には、痒くて痛いはずなのに、ステージで笑顔を絶やさないテテは本当にプロ。いつもありがとう。ジンマシンが出て辛くても、アーミーのためにパフォーマンスをしてくれてありがとうなど、テテへの感謝の気持ちを伝えるメッセージがたくさん溢れていました。痒さや痛みに耐えながら、アーミーのために圧巻のパフォーマンスを披露するテテの姿は、胸にグッとくるものがありますね。テテのコリン性ジンマシンがこれ以上悪化することなく、少しでも辛さが軽減しますように。まとめ。今回は、テテの4つのサイン、ジンとチョングクの食物アレルギー、ジミンとテテのアレルギーについてお伝えしました。個人的なサイン、BTS 公式のサイン、パスポートのサイン、あだ名であるテテのサインといった4種類のサインを所有するテテ。今後、もし皆様がテテからサインをもらうことがあれば、どのサインを書いてくれるのか注目してみてください。メンバーたちのアレルギーは胸が痛む話でしたね。アーミーの前ではアレルギーということをお首にも出さず、いつも笑顔でいてくれることに感謝の気持ちしかありません。彼らのアレルギーがこれ以上ひどくならなければいいなと切に願います。